皆さんはこんなことを考えたことはないですか？もしも〇〇だったら、人類史はほんの少しのもしもで大きく変わっていたかもしれません。もしもは現実ではないものの、想像するとワクワクせずにはいられません。今回はもしも〇〇だったらをテーマに、ユニークで奇想天外な世界をお届けします。あなたの知っている歴史がもし少し違っていたら、想像の旅へ出かけましょう。1、もし人間が空を飛べるように進化していたら、人間が空を飛べるようになっていたら、街中の景色は大きく変わっていたでしょう。ビルや家は垂直に長く伸び、高層階がデフォルト、エレベーター、なんそれという世界になりそうです。しかし、空を飛べる人々の間には新たな問題が。まず、交通ルールの大混乱、空中信号機が登場し、空での渋滞が発生。さらには、急降下や高速で飛ぶ人たちがスピード違反で空警察に捕まるなんて日常茶飯事。鳥とぶつかる事故も頻発し、鳥のための優先空域を守れと抗議運動が起きるかもしれません。そして体力問題、飛ぶのには相当なエネルギーを消費するため、フライト用エナジードリンクがスーパーに並び、飛びすぎて筋肉痛になる人が続出。朝の通勤ラッシュでは飛行疲れで公園に緊急着陸する人が急増するでしょう。それでも夜空を自由に飛び回り、星を間近に見る生活は夢のよう。空飛ぶデートが大流行し、飛行のスキルで恋愛の勝敗が決まる時代がやってきそうです。2、もし動物が喋れるようになったら、動物が喋れるようになったら、まずペットたちが日々の不満を爆発させるでしょう。猫はおやつが少なすぎるとクレームを連発し、犬は散歩が短いと抗議デモを開始。ハムスターは回し車を指さしながら、これ楽しくないからとストライキを起こすかも。動物園も大変です。ライオンが俺を檻に入れるなんて失礼すぎると怒鳴り、象がもっと広い場所で暮らさせてくれと記者会見を開くでしょう。一方、猿は観光客にバナナはいいけどカメラはやめてとお願いするかもしれません。さらに自然界では動物たちが人間に突撃インタビュー。お前らなんで地球をこんなに汚してんだよと問い詰められ、これからは動物会議を開こうと提案されることも。最終的に人間と動物が共存する新しい地球が作られるかもしれませんね。3、もし重力が10倍だったら、重力が10倍の世界ではまず日常生活が完全に変わります。歩くのも一苦労で、出勤しただけで疲労困憊なんてことが日常茶飯事に。階段は存在せず、すべての建物が平屋になり、エレベーターではなく動く座布団に乗る新時代が到来するでしょう。スポーツも激変。バスケットボールはリングの高さが1メートルに変更され、ダンクシュートが通常プレイに。サッカーは走るだけで精一杯なので、試合のスコアが 0-0 で終わることが当たり前に。オリンピック種目も誰が最も軽々しく歩けるかの新競技が登場するかもしれません。また食べ物も進化。重力で成長が阻まれるため、野菜や果物はすべてミニサイズ。トマトは直径1センチ、スイカは手のひらサイズになり、食卓がカラフルで可愛いけどちょっと物足りない感じに。それでも重力に慣れた人類は筋肉がムキムキになり、地球最強の腕立て伏せ大会が人気番組に。重力があったから今の自分があると感謝する未来がやってくるかもしれません。4、もしお金が存在しなかったら。お金が存在しない世界では経済の形が大きく変わります。基本は物々交換が主流になりますが、これがなかなかのカオス状態に。まず物々交換は等価交換が基本。しかしリンゴを持った人がパンを欲しがり、パンの人は服が欲しいという具合に交換の連鎖が止まらない問題が発生。誰かマグロを持ってない、このソファと交換してというシュールな光景が日常化しそうです。さらに価値の基準も大混乱。家一軒何匹の鶏といった話し合いが延々と続き、こんなに鶏連れていけないよと嘆く人々も。結婚の際のお嫁さんの持参金が家畜50匹プラス手作りの家具となる可能性もあり、祝儀袋ではなく牛が並ぶ結婚式が開催されるかも。一方でお金がない分、貧富の差は緩和されるかもしれません。みんなが自分の得意なスキルや作れるものを持ち寄ることで社会が回り、困っている人には助け合いが基本の文化が根付く可能性もあります。お金が存在しないことで新しい絆や価値観が生まれる世界、それはそれで魅力的かもしれませんね。5、
もし人類が地下で暮らしていたら、人類が地下に暮らす世界では地上での日光や自然と完全に別れを告げる生活が始まります。町や家は洞窟のように岩や土に囲まれた暗闇の中に作られることに、まず日光がないためビタミン D 不足が深刻な問題に。そこで登場するのが人工太陽ランプ。人々は毎朝ランプの下に集まり、健康を維持するための光浴びタイムを欠かさない生活に、光浴が終わったら仕事行こうといったちょっと奇妙な日常が生まれそうです。また農作物も地下で栽培されるため LED 野菜やキノコ農業が主流に、お米や野菜の代わりに地下特産の新しい食べ物が開発され、今日はキノコパスタ、明日もキノコシチューなんてことが普通になるかもしれません。さらに住むスペースが限られるため、家の広さはコンパクト化、地下の空間に合わせて縦方向に積み重ねる形の家が主流となり、上の階の住人が俺の部屋の天井、君の床だからねと声を掛け合う光景も。しかし地下生活が長く続くと地上が伝説の場所になり、昔青い空があったらしいという神話が生まれる可能性も。地下で生まれる新しい文化や価値観、それはきっと地上生活では想像できないものになるでしょう。6. もし月が地球に落ちてきたら。もし月が地球に落ちてきたら、人類史上最も衝撃的な天体ショーが繰り広げられるでしょう。まず月が地球に接近し始めた時点で大混乱がスタート。月の重力が強くなり、潮の満ち引きが異常発生。今日はビーチが10キロ内陸に来てますというニュースが日常化し、海辺のリゾート地は大パニック。さらに地球の自転が徐々に遅くなり、1日が50時間になりましたといったアナウンスが流れるかもしれません。やがて月が大気圏に突入すると、空は真っ赤に燃え上がり、空中に無数の岩石が飛び散る壮絶な光景が展開されます。月が落ちてくるなんて映画だけかと思ったと叫ぶ人々の声が聞こえる中、地表には隕石の雨が降り注ぎます。そして月が地球に衝突する瞬間、その衝撃で地殻変動が起き、山が消えたり新しい大陸が生まれたりするかもしれません。ただし人類が無事生き延びれば、月の破片が地表を彩り、月石採集が新たなレジャーに、これが月のかけらだよと自慢する人が続出する未来もありえます。また新しい環境で生き延びるために科学技術が飛躍的に進化し、地球が月と共存する星として新しい歴史を築くかもしれません。月が地球に落ちてくるというスリルと混乱に満ちたこのシナリオ、現実では起きてほしくないけれど、想像するだけでドキドキしますね。もし人間の寿命が1000年だったら、人生設計が完全に変わる未来が待っています。まず何歳で成人とされるかが大問題。100歳でやっと成人式、200歳でようやく就職という時代が到来しそうです。学生生活も長期化し、大学に通うのは150年が普通といった世界が誕生。祖父母が現役で仕事をし、祖父母がまだ働いているという家族構成は当たり前になるでしょう。結婚も300歳で結婚、400歳で子供を持つなど、今の価値観からは考えられないタイミングに離婚率も劇的に変わりそうです。500年も一緒にいると飽きたといった理由が新しい流行ワードに。さらに寿命が長い分、恋愛もマラソンのような耐久戦。700年目の夫婦円満の秘訣がベストセラーになる未来もありそうです。また職業選びにも影響が。一つの職業を極めるのに200年と費やすため、全ての人が超絶プロフェッショナルという社会に、一人の医師が1000年間で治療した患者の数なんて統計が話題になるかもしれません。ただし寿命が1000年もあると退屈との戦いが避けられません。500年目にして人生初の趣味を見つけたと喜ぶ人が多く、趣味が社会での評価基準になる可能性も。寿命が1000年ある世界は、現代とは全く違う価値観と文化が生まれる新しい人類史。長生きが当たり前の中で、いかに楽しむかが鍵になりそうですね。いかがでしたか？人類のもしもを想像すると、現実のありがたさと同時に、こんな世界も悪くないかもと感じられたのではないでしょうか。歴史の 1% のズレが生む未来は無限大。私たちが当たり前と思っていることも、もしかしたら奇跡の積み重ねなのかもしれません。次回はさらにディープなもしもを掘り下げてみます。ぜひあなたのもしものアイデアもコメントで教えてください。チャンネル登録といいねをお願いします。